おはようございます。ケンです。今回はテスラが発表した2025年第2四半期の決算を踏まえて、事前に注目していたポイントが実際どうだったのか、そして今後年内に注目すべきポイントは何か、これを整理してお届けしていきたいと思います。数字だけを見ると一見インパクトの少ない決算にも見えた今回ですが、実は中身をしっかり見ていくと、テスラが次のステージに入ろうとしているということがはっきりと見えてきます。この動画をご覧になってもらうことで、テスラの今の立ち位置とこれからどこに向かおうとしているのか、これが見えてきます。投資家の方にとっても、オーナーやファンの方にとっても、今後のテスラを見る上で重要なポイントを押さえていける内容になっています。それではまず、決算発表前に注目していた5つのポイントについて実際にどうだったのか答え合わせをしていきましょう。まずは、決算発表前に注目していた5つのポイントが実際どうだったのかというところから振り返っていきます。一つ目は売上 EPS などの業績の数字です。今回の EPS は 0.4 ドルで市場予想の 0.39 ドルをわずかに上回りました。売上高は225億ドルで、こちらは予想の227億ドルを下回る結果となりました。納車台数は事前に発表されていた通り38万4000台で前年同期と比べて 13% の減少です。この数字をどう見るのかというところですけれども、利益や納車の落ち込みはすでに織り込み済みだったものの、決算翌日の株価は305ドルまで急落しました。市場が落胆した理由は、数字そのものよりもガイダンスが慎重だったこと、そして利益率への懸念があったためだと考えられます。続いて2つ目は、ロボタクシーの進展です。今回の決算発表で、テスラは正式にテキサス州オースティンでロボタクシーサービスを開始したことを発表しました。これは FSD を搭載したモデル Y による運用で非常に大きなマイルストーンとなっております。さらにイーロン・マスクさんは2025年末までにアメリカの一部都市で非監視型の FSD を提供する予定だとも語りました。これはロボタクシーが本格的な商業フェーズに入っていくことを示しています。また、昨日の動画でお伝えしましたが、今週末にもサンフランシスコでロボタクシーサービスを行っていくという情報が出ていました。先日の決算発表では、2025年末までにアメリカの人口の半分が住む地域でロボタクシーを展開することが目標とも言われていました。それを踏まえると、今後いろいろな地域での展開が期待できますが、その第一弾としてサンフランシスコでの実装になります。このサンフランシスコに続きアメリカ各地で展開できるのか、法規制がどうなっていくのか、このあたりが注目じゃないかと思います。では3つ目です。3つ目は低価格 EV の新型モデルの量産スケジュールです。こちらについては残念ながら今回の決算では詳細な発表はありませんでした。ただし、イーロン・マスクさんのコメントの中で、新型モデルは第4四半期に発表予定との言及がありました。これは9月末にアメリカで EV 補助金が終了するタイミングと重なるため、補助金なしでも勝負できる価格設定になる可能性があります。そして昨日の動画でお伝えしましたが、この廉価版はどうもモデル Y の使用を減らした感じのモデルになりそうです。僕はそれでいいんじゃないかなと思っています。こちらに関しては僕の限定動画でお話をしていますので、気になる方はご覧ください。限定動画に関しては概要欄に記載しています。続いて4つ目は、AI とヒューマノイドロボットオプティマスの進捗です。今回のカンファレンスコールでイーロン・マスクさんはオプティマスについて年内に V3 のプロトタイプを公開予定と明言しました。さらに5年以内には月10万体規模で生産していなければ驚くとまで語っていて、その本気度が伝わってきます。また AI トレーニング用スーパーコンピューターの道場2は2026年に本格稼働予定であり、次世代 FSD チップハードウェア5の量産も2027年初頭にスタートする見込みです。そして最後の5つ目は財務面と規制リスクへの対応です。テスラの現金残高は368億ドルと依然として潤沢で、ZEV クレジットの減少や補助金の縮小といったリスクもすでに想定された上で次の戦略
略に踏み出している印象があります。特に補助金終了を見越して Q4 に新型車を投入する流れやバッテリーサプライチェーンの内製化など先を見据えた動きが見えてきました。このように5つの注目ポイントを見ていくと、全体としてはまだ道半ばの部分もありますが、明確に次のフェーズに入ってきているということが伝わるのではないでしょうか。では、ここまで決算内容を見てきましたが、実際に発表された後、テスラの株価は大きく下落しました。発表翌日には305ドルまで下がっています。これを受けて多くの投資家がなぜこんなに下がったのかと感じたと思います。結果的には今週は316ドルで終えていますが、不安に思った方もいると思います。では、この理由について見ていきます。一つ目の理由は、やはり成長への不安です。EPS が予想をわずかに上回り、売上もそこまで悪くなかったにもかかわらず、株価が下がった背景には、今後の売上や利益の加速に対する確信が持てなかったという市場の反応があります。特に注目されたのが、マージン率やキャッシュフローの弱さです。価格引き下げ競争の影響や、一部の地域での需要鈍化が続いていることが、投資家の警戒感を強めました。また、FSD やオプティマスなど、将来のビジネスについては夢がある一方で、それらがいつ収益化につながるのか、これが見えにくいという声もあります。簡単に言うと、テスラはすごいことをやっている。でも、数字として跳ねるのはまだ先なのではという市場の冷静な見方が今回の下落につながったように思います。ただしこれは裏を返せば期待は大きいが実現まではもう一押しという段階にあるとも言えます。つまり、これから数ヶ月が勝負ということになります。FSD の進化やロボタクシーの展開、そして Q4 に発表が予定されている新型車など、次に具体的な成果が見れれば、また評価は一気に変わる可能性もあります。では、ここからは僕が個人的に年内に注目している5つのポイントを紹介していきます。ここが実現できれば、テスラの未来はさらに現実味を帯びてくると感じています。どれも今回の決算やカンファレンスコールの中で示された方向性に基づいて、年内にどこまで実現できるのか、今後の株価にも大きく影響してくるテーマだと思います。まず一つ目ですけれども、FSD のアンスーパーバイズドの提供開始です。イーロン・マスクさんは2025年末までにアメリカの一部都市で完全に非監視型の FSD を提供する計画を明言しました。これはこれまでの監視付きから一歩進んだフェーズで自動運転の本当の意味での実用化が始まるということになります。この進捗が見えるかどうかは年内で最も注目すべきポイントの一つです。そして二つ目はオプティマスの V3 プロトタイプの公開です。テスラが開発を進めているヒューマロイドオプティマスですが、年内に V3 のプロトタイプが公開されるかどうか、これがどれくらいの完成度になっているのか、どのような動きが可能で実用化に向けたリアルな進捗が見えるかどうか、これがポイントになってくると思います。そして実際に生産されたテスラの工場などで稼働していくのか、ここがポイントになっていくのではないかと思います。そして3つ目です。3つ目は Q4 に予定されている低価格のモデルの発表です。これは補助金が終了する9月以降のタイミングを見計らってくる可能性が高いと見ています。価格帯やスペック、市場ターゲットがどうなるのか、そしてそれによって再び需要を喚起できるのか、これが非常に注目ポイントとなってくると思います。そして4つ目です。4つ目はロボタクシーの展開地域の拡大です。今回の決算ではすでにオースティンでのサービス開始が発表されましたが、イーロン・マスクさんはさらに2025年末までにアメリカの人口の半分が住む地域で展開を目指すと語っています。これは非常に大胆な目標です。この目標に向けてどの都市にいつ展開されるのか進捗を追っていきたいと思います。そして最後の5つ目はアメリカ以外での FSD の承認がどこまで進むのかです。特に注目されているのがヨーロッパです。中でもオランダは FSD の承認に向けた動きが進んでいて EU 全体への拡大に向けたテストケースになると見られています。さらに中国市場での承認プロセスもテスラのグローバル戦略において非常に重要な鍵を握ります。この5つが2025年の年内にどこまで進むのか、
これによってテスラが次の成長段階に進めるかどうかっていうのが見えてくると考えますので、この5つが重要な鍵となるのではないかと思います。はい。では、ここまでテスラの Q2 決算を振り返りながら、年内に注目すべき5つのポイントについてお話をしてきました。今回の決算は、数字だけを見るとそこまで大きなインパクトはなかったかもしれません。ですが、その裏側には、テスラがどこを目指していて、何を仕込んでいるのかがしっかりと見えてきた内容だったと感じますけれども、皆さんは今回の決算どう感じましたか？特に FSD や Optimus、そして新型モデルの展開についてどこに一番期待されていますか？よかったらコメント欄で意見を聞かせていただければと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。本日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果を見ていきたいと思います。先週の結果ですけれども、テスラ株は先週末は 329.65 ドルで、今週末が 316.06 ドルということで、正解は下がるとなっております。では、アンケートの結果を見ていきます。今回は801票いただいております。ありがとうございます。結果ですが、上がると答えられた方が一番多くて 71%。しかし正解は下がるなので 18% の方が正解となっております。では、次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが、今回は3名の方が正解となっております。そして連続正解ですが、先週正解された方が全員外れてしまい、現在は1週のみとなっております。このアンケートですが、4週連続正解された方には、今は車内で使えるカークリーナーをプレゼントしています。タイプ C ケーブルで使えるクリーナーです。ぜひチャレンジされてみてください。そしてこのアンケートですけれども、趣旨としては2つあります。まずは株式投資の難しさを実感してもらうということです。株式投資は株価予想など色々とあると思いますが、実際に毎週やることでその難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるのか下がるのか、これがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと毎週考えることで自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube ではテスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしらの根拠や分析を持って投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、分析力アップ、そしてぜひ他の方のコメントもご覧になってください。そうすることでその視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったら、いいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりされてみてください。そしてコメント欄を通じて、ご自身の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。はい。ということで今日もアンケートしますので、ぜひゲーム感覚でもいいと思います。参加されてみてください。きっとご自身のレベルアップにもつながると思います。締め切りは明日までです。そして最後にですね、お知らせがあります。本日、エコファクトリーの体験会を行います。今回は Zoom でもつなごうと思っています。Zoom のリンクを投稿の方で行いますので、ぜひ皆さんお時間がある方は参加されてみてください。はい。ということで本日もね、最後までご視聴していただきありがとうございます。僕の方はこの YouTube を作った後に熊本の方に向かおうと思います。はい。ということで皆さんも素敵な日曜日をお過ごしになられてください。ではまた。